はい、こんにちは。今回は海外旅行の安い航空券の探し方っていうのをね、7つのポイントをご紹介したいと思います。はい、私はですね、だいたい月に1回以上飛行機に乗るんですけど、私が今までずっとこうやって旅してきた中で安く航空券を買うためのコツっていうのがやっぱりあるなっていうことを感じているので、今回はそれをご紹介したいと思います。早速なんですけど、まず1つ目のポイント、これはあんまりね言ってる方はいないと思うんですけど、これはまず探し方なのかっていうところなんですけど、これは私はすごく重要だと思っていて、まずね、行きたい国っていうか、都市かな、行きたい都市を常にピックアップしておくっていうのは私は本当に重要だと思っていて、なんでかっていうと、やっぱりその場所によってもベストシーズンっていうのがあって、例えば私はバリ島がすごく好きなんですけど、バリ島は寒気と雨季があって、雨季に行くとね、毎日1回必ず1回というか、雨が降るっていうのがやっぱり多くなっていて、旅行のね目的によっても行きたい時期って変わってくるとは思うんですけど、例えば3泊とか4泊とか短い時間しかない中で観光を目いっぱい楽しみたい方がやっぱり雨季に行ってしまうと、観光がね自分の思い通りのスケジュールで進められなかったりとか、そういうこともあるので、まず行きたい場所を常にピックアップしておいて、その場所のベストシーズンも調べておくとベストだと私は思います。で、例えば旅行に行く時ってそんなにね、年に何回かだと思うんですけど、年に1回の方ももしいるとは思うんですけど、例えばその時期がねすごく雨季の時期だったとかってなると、やっぱりね楽しめないと思うので、だいたいこの都市に行くんだったら何月ぐらいがいいなっていうのを知っておくだけでもいい時期をね選びやすくなると思うので、それはね自分の行きたい場所でまず調べておくっていうのがすごく大事だと私は思います。はい、なのでまずそれをピックアップしてみてください。で、そのピックアップした都市をネットで検索すればねベストシーズンって出てくると思うので、それをメモとかねなんか残しておくと、この時期はここに行こうとかっていう計画も立てやすくなると思うので、まずやってみてください。2つ目なんですけど、2つ目の探し方でポイントとしては相場を知るっていうことになります。で、相場を知るっていうのはどういうことなのかっていうと、例えばね、私が大好きなバリ島に行くのに東京からバリ島に行く飛行機を見るとします。で、これで今私11月なんですけど、11月で例えば明日出発の飛行機と5ヶ月後6ヶ月後の飛行機って全然やっぱり金額が違うわけなんですよね。その相場を知っておくっていうのがまず大事になります。で、例えば東京からバリ島に行く時の往復の相場っていうのは、安い LCC を利用した時っていうのは往復だいたい4万円ぐらいで行けるんですよね。例えばね、これ今東京からバリ島の往復のフライトを見ているんですけど、これは今ね6ヶ月後の来年の5月の航空券を見ています。スクートっていうシンガポール経由で行く飛行機の場合4万円なんですよ。往復4万円で買うことができます。で、この下にあるエアアジアを利用した場合は4万4千円っていうことになるんですよね。4千円ぐらいの差があるんですけど、LCC だとだいたいこのぐらいの金額で行けますよっていうことになっています。で、次に安い飛行機っていうのは LCC ではない経由便だったらだいたい6万円ぐらいで行けるんだなっていうことがここを見ると分かります。そして直行便だと10万円ぐらいするんだなっていう、これがだいたいの相場になるんですよね。で、例えば今は6ヶ月後のフライトの見てるんですけど、3ヶ月後はいくらなのか、じゃあ1年後はいくらなのか、1年後の航空券を買うっていうことはほとんどないかなと思うんですけど、例えば年末年始でもう休みが決まっていて絶対この日に行きたいとかね、そういう方は1年前から飛行機の予約をする方もいるみたいです。で、明日の飛行機はいくらなのかっていうのを何個か見てみて、だいたい相場っていくらぐらいなんだろうなっていうのを知っておくだけで、次に航空券を実際に予約しようってなった時に、これだと相場よりちょっと高いなとか、相場より安いからもう今買っておこうとかっていう、そういう判断ができるようになるんですね。で、旅行が好きな方っていうのは、私の場合はなんですけどね、私は旅行が大好きで、結構そういうフライトの相場とか値段を見るのがすごく好きなんですよ。なので常にっていうか別に毎日見てるわけではないですけど、だいたいここからここまで行くんだったらいくらぐらいかなっていうのがなんとなく今ま
までの経験から、大体いくらぐらいだよねっていうのがもう頭の中にあるので、フライトを予約する時にこれだとちょっと相場より高いなとか相場より安いなとかっていうのがすぐ判断できるようになってくるんですね。なのでこれはやっぱり何回も検索して見てみるっていうのがすごく大事かなと思うので、相場を知るっていうことをまずやってみてください。次の探し方のポイントとしては、日付選択を重視するっていうことをやっていただきたいと思っています。でこれはね、もうちょっとどうしても人によってしまう部分はあるんですけど、会社の休みとか連休がもう決まっていて、どうしてもこの日にしか行けないっていう方もやっぱり多いとは思うんですよ。そういう方はもう早めに予約をするっていうのがすごくやっぱり大切になってきます。だんだん期間がね近づいてくればくるほど金額がやっぱりどうしても上がっていってしまうので、海外旅行だったら最低でも3ヶ月前ぐらいから取っておく。で半年前の予約でも全然できるので、早めにしておくっていうのがすごく大切になります。もしフレキシブルに休みが自由に取れるっていう方、例えばシフト制のお仕事をしていたりとか、フリーランスのお仕事をしていたりとか、そういうふうに休みをちょっとね1日2日とか全然自由に動かせるっていう方は、このスカイスキャナーの検索のところの日付のところを指定をするんではなくて、日程を変更可能にっていうボタンがあるので、そこを使ってみてほしいんですよね。これは東京からバリ島までの往復の航空券の検索画面なんですけど、ここの日付をね日程変更可能にっていうボタンを今押してみたんですよ。で今が11月で、11月のフライトは5万3000円からになってます。でも他のところを見てみると、例えば来年の5月とか4万円台があったりとか、4万3000円4万2000円とかって安い金額っていうのがあるんですよ。なので日付を自由に動かせる人は自由に動かして、安いところを検索するっていうのがすごく大事になってきます。でどうしても仕事の休みが取れない方は早めに予約をするっていうことをやってみてください。なのでここでね日程を変更可能っていうところで自由にやってみてほしいんですけど、5月にしてみるとさっき言ったみたいに LCC だと4万円で行けるっていうことになるし、直行便だと10万円ぐらいで行けるっていうことになります。はい、で例えばね明日からのフライトをちょっと見てみようかなって思うんですけど、で今ね11月23日の夕方なんですけど、明日11月24日から出発の東京からバリ島行きの往復のチケットを今見てみました。今見てみたんですけど、最安プランっていうねボタンがあるので、ここを押してもらうと、なんとベトジェットっていうベトナムの航空会社 LCC なんですけど、 LCC を使っても6万8000円します、往復で。このねやっぱり明日に出発するっていうのはね、私も明日に出発するって言って航空券買ったことあるんですけど、それは、名古屋からバリ島までの片道のシンガポール航空で LCC ではないんですけど、片道で5万円しました。やっぱりね直前に買うとかなり高くなります。 LCC であっても6万8000円で、ガルーダインドネシアの直行便の場合13万円します。はい、なので早めに予約するよりもちょっと高くなるっていう感じ。13万円だったら3万円ぐらい高くなっていて、で LCC の場合4万円だったのが7万円近くなっているっていうことで、やっぱり直前よりもちゃんと日程に余裕を持って買う方が安くなるなっていうのがわかるかと思います。で次の4つ目のポイントなんですけど、経由便も選択肢に入れるっていうことで、かなり航空券を抑えることができます。はい、ですでにお伝えした通り、バリ島はね東京からだったら直行便があるんですよね。で直行便がガルーダインドネシアっていうエアラインだけが就航してるんですけど、昔はエアアジアがあったんですけどね、もうなくなっちゃって、で今はもうこの1社しかないっていうことで金額がかなり強気の設定になっていて、往復安くても往復10万円っていう感じなんですよ。これを見てもらうと分かるんですけど、これでだいたい13万円、これは翌日のねフライトを見ているんですけど、13万円っていうことになってます。で今度この経由便を視野に入れるっていうことなんですけど、これは何かっていうと LCC を利用する場合経由便っていうことが選べるんですけど、これは東京から一旦、ベトナムのハノイに行って、そこから電波サールに行くっていう便になるんですけど、これね気をつけておかないといけないのが、空港でハノイの空港で待ち時間が13時間あるんですよね。これをいいか悪いかっていうのはその個人の判断にはなると思うんですけど、例えば私の場合動画にも出してるんですけど、ベトナムで私はねバリ島
に行く時にベトナム経由でバリ島に行ったことが何度もあって、その時に一回ベトナムに立ち寄ってベトナムに一泊してベトナム料理を楽しんでからバリに行くっていうことを私はやったんですよね。で、私は結構こういう旅の仕方が好きで、一日そこで満喫できるので、フライトが安くなった分、そこの別の国でもう一回楽しむっていうことができるようになるんですよ。で、これをすることで、さっき13万円だった飛行機が、これは6万8,000円で、翌日の今飛行機を見てるからすごく高いんですけど、さっき言ったみたいな4万円の飛行機でも同じようなことができます。ただ、これで気をつけないといけないのが、こっちのね、2種類ね、2種類というか何種類かその時間があったんですけど、この場合、例えばハノイに到着するのが夜の9時なんですよ。で、次に出発の時間見てほしいんですけど、次の日の朝の10時出発なんですよね。で、この場合、夜中から朝にかけて13時間になるので、あんまり外でご飯を食べに行くっていうことができないこの時間帯の長時間の乗り継ぎになっちゃうんですよ。でも、こっちを見てもらうと、朝の9時半に成田を出発して2時にハノイに着いたら、次の日の朝の10時、これは同じなんですけど、その分ちょっと長くなって20時間の滞在時間があるんですけど、この20時間あることによって2時に空港に着いて夜ご飯を食べに行くっていうことができるようになるんですよね。なので、こういう風な時間のね、何時に着いて何時まで時間があるのかで、それが朝なのか夜なのかによって、例えば夜に長く乗り継ぎ時間があったとしても空港に留まっておくことしかできなかったり、空港の中のホテルを予約することで逆に航空券代安く抑えたとしてもホテル代がかかってしまったりとか、そういうことも考えないといけなくはなってくるんですけど、これを考えるのも結構楽しみの一つではあるんですよね。なので、時間に余裕がある方とか、他の国もちょっと楽しみたいなっていう方は、こういう風な航空券の選び方をしてもいいんじゃないかなと思います。次に5つ目の選び方のポイントなんですけど、 LCC のセールを利用するっていうのも安く購入するポイントの一つとなります。で、 LCC は今格安航空会社って言われていて、乗ったことある方もかなりいるとは思うんですけど、ドリンクが有料だったりとか食事も有料だったりとかっていうことでほとんどサービスがないので、LCC があんまり好きじゃないっていう方もいるとは思うんですけど、やっぱり普通のそのフルサービスキャリアに比べてかなり安く旅行ができるっていうことで、私は結構頻繁に LCC を利用するんですけど、LCC ってかなり頻繁にセールをやっているんですね。例えばその LCC の会社、エアアジアだったらエアアジアのニュースレターって言ってメルマガみたいのがあるんですよ。で、そのメルマガに登録しておくと何日からセールがありますみたいな、そういう情報がメールで届くようになるんですね。なのでそのセールに合わせて購入するとかなり安く飛行機予約できたりします。で、私はベトジェットのセールでバリ島に行った時とかは片道2万円ぐらいで、サーフボードのチャージも込みで3万円、片道3万円ぐらいで行けたことがあったりとか、エアアジアでバリ島に行った時も片道2万5,000円ぐらいで行けたりとかね、そういう風なセールを利用するっていうとかなり安く行けるようになるので、 LCC に抵抗がない方、乗っても別にいいなって思う方は LCC もね視野に入れておくとかなり安く航空券が購入できると思います。6つ目のねポイントなんですけど、これまたスカイスキャナーに戻りたいと思います。まずスカイスキャナーは何なのかっていうことについて説明をしたいと思うんですけど、スカイスキャナー自体はもう知ってる方も多いのかなとは思うんですけど、スカイスキャナーっていうのは航空券の比較サイトになっていて、でスカイスキャナーで航空券が予約できるわけではなくって、このルート、例えば東京からバリ島までの往復の航空券を買うんだったら、このサイトではいくらで出てます、このサイトではいくらで出てますっていうのを比較して安い順番に並べて出してくれるっていうのがスカイスキャナーなんですね。なので実際に購入するときはスカイスキャナーで予約するわけではなくて、そこから旅行代理店だったりとか公式サイト、航空会社の公式サイトに飛んで、そこから予約をするっていう形になります。なのでその前の段階の安い航空券を探してくれるっていうサイトになるんですね。で、購入する場合、私はもう航空会社の公式サイトかトリップドットコムで予約をするっていうことがほとんどで、もう私はこの2つにほとんど絞っています。なんでかっていうと、やっぱり航空会社の公式サイトが一番安全というか、サービス面でも
安心して利用できるっていうのがあって、でトリップドットコムっていうのは旅行代理店になるんですけど、航空券の他にもホテルの予約とかもできたりとかして、私はかなり頻繁に使っているサイトになります。でここから購入すると航空券も安く購入できたりするし、ポイントがついたりとかもするので、そのついたポイントを別のフライト予約するときにまた使ったりとかっていうのができるので、私は基本的に公式サイトかトリップドットコムで予約をしています。これ航空券を選んだ比較した状態のページなんですけど、これね、東京からバリ島行きのスクートの今画面を出してるんですけど、安い順番に今出てきてます。で一番安いのがスクートタイガーエアって書いてあって、これ航空会社って書いてあるんですけど、これは航空会社の公式サイトになります。公式サイトで買うと43,000円ですよっていうことなんですけど、次に書いてあるのがエクスペディアっていう、これは旅行代理店になるんですけど、ここで買うと44,000円ぐらいですよっていう感じで1,000円ちょっと高くなります。でその次に書いてあるのがブッキングドットコムで、これも旅行代理店になるんですけど、ブッキングドットコムで買うと45,000円になります。でトリップドットコム、私がいつも使ってる旅行代理店で予約をすると46,000円になります。これを今見てもらうと分かると思うんですけど、航空会社の公式サイトで買うのとトリップドットコムで買うのは3,000円ぐらい差があるんですね。こういう金額の違いを出してくれるのがスカイスキャナーになっています。なので私はこの場合だったらスクートの公式サイトで購入します。はい。なのでトリップドットコムか公式サイトを私はいつも大体使うんですけど、その中でもやっぱり安いところを選ぶっていうのが大切になってきます。でこれは今ね出てきてるのがエクスペディアとかブッキングドットコムとか今有名どころなので、この口コミのね、ここの星のレビューが書いてあるんですけど、評価が高いところばっかりなので、これはどこを選んでも安心して予約はできるんですけど、中にはね、これ私サプライス前使ったことあるとは思うんですけど、評価が 2.9 なんですよ。この場合ちょっと金額が97,000円でかなり倍ぐらいの金額にはなっているので、ここは選ばないかなとは思うんですけど、中には旅行代理店がね、こう比較された中に出てきた中で評価がこうやって 2.9 とか 1.7 とかかなり低いところもあるんですよ。なのでそれを選んでそこで予約してしまうと、予約をしてお金も払っているのにもかかわらず予約が実際はできていなかったっていうトラブルが起こったりとか、もし何か飛行機の変更とかキャンセルとかがあった時に日本語に対応していなかったりとかね、そういうことがあったりとかもするので、ここは評価の高いところを選ぶべきだと思っていて、もちろん安い航空券の探し方っていう今回の動画ではあるんですけど、安さだけで選んでしまうと失敗する可能性もあるっていうことは覚えておいた方がいいと思います。でそういう面で私は信頼できる公式サイトかトリップドットコムを基本的に選ぶようにしているっていう理由があります。公式サイトとトリップドットコムの違いなんですけど、私は前にね、もうコロナ禍になった2020年かな、コロナがもう始まりかけで海外に出れなくなってしまったっていう時があったじゃないですか。あの時にね、私エアアジアでマレーシアかインドネシア行きの飛行機をもう購入していたんですよ。出るつもりでもともと。でもそういう緊急事態宣言みたいなのがあって海外に出れなくなってしまった時に、基本的に LCC ってキャンセルができない航空券なんですよ。その分安いっていう感じで、プラス料金を払えばキャンセルができたり変更ができたりっていう場合もあるんですけど、私がその時買っていたのはトリップドットコムで、その時もエアアジアの航空券予約してたんですけど、キャンセルできないっていうものだったんですね。でもそのコロナ禍の時はそういう緊急事態宣言があったりとかで、例外としてエアアジアの公式サイトで今航空券予約している方は返金しますっていうね、キャンセルした場合返金しますっていう特別な措置があったんですよ。でも私はトリップドットコムで予約していたから、トリップドットコム経由で予約している場合は返金ができませんっていう、私トリップドットコムに問い合わせもしたんですけど、返金ができませんっていう対応だったんですね。これが公式サイトで購入していたら返金ができたっていう感じになるので、そういうこれは本当にイレギュラーなことでなかなかあることではないけど、公式サイトの方が安心して予約ができるなっていうのはその時には感じたんですよ。ただトリップドットコム自体はすごくいいサイトで、旅行代理店ではあるんですけど、日本語ももちろん対応しているし、そういう変更とかキャンセルとかそういうの連絡もちゃんとすごく
ちゃんと来るし、で何かあった時の連絡とかチャットとかもできるようになっているので、トリップドットコム自体は私はすごく気に入って使っているサイトなんですよね。だからもしそういう何かがあった時に航空会社の公式サイトの方が柔軟に対応してくれる可能性はあるなっていうことは覚えていた方がいいかなと思います。そういうふうに何かあった時のトラブルの対応方法が最悪っていうことがあり得るので、この代理店とかね、公式サイトとかっていうのはちゃんと評価の高いところを利用するっていうのが大切になります。安い航空券の選び方7個目のポイントなんですけど、これはポイントサイトを経由するっていうことになります。で、ポイントサイトを使ってる方も使ってない方もいるとは思うんですけど、私はハピタスっていうポイントサイトを使っていて、これトリップドットコムを利用するときにハピタスを経由することでポイントがもらえるんですよね。で、ポイントってね、そんなに多くもらえるわけではないんですよ。航空券を、国内海外問わずなんですけど、航空券をトリップドットコムを経由して予約して搭乗完了した時点で 4% もらえます。で、4% ってそんなに大きくないんじゃないかと思うとは思うんですけど、5万円の航空券を予約したら2000円分ポイントでもらえるっていう感じなので、それを多いと取るか多くないと取るかはそれぞれなんですけど、ただ本当にハピタスのサイトにログインして、そこからトリップドットコムのポイントを貯めるっていうボタンを押して、そこからトリップドットコムに行くだけなので、私は基本的にいつもそれを経由してるんですね。航空券だけじゃなくてホテルの予約をする時もトリップドットコムとかアゴダを私はよく使うんですけど、そのサイトをハピタスを経由することでポイントがもらえるんですよ。私今ね、ハピタスでゴールド会員になっていて、で今見てみたらポイントがね3598ポイントついているんですよ。この3598ポイントって3598円になるんですよ。で銀行振込でできるんですけど、私先月の10月23日本当にちょうど1ヶ月前にも8500円のポイントを交換してるんですね、現金に。こんな感じで、これアゴダのが763ポイントとかってついていて、でアゴダはですね、宿泊予約で 6.5% のポイントがつくんですよ。私はホテル暮らしなので基本的に1ヶ月の予約とかをするんですけど、例えば1ヶ月6万円の宿を予約しましたってなったら 6.5% なので3600円3600円分のポイントがつくんですよ。なので1ヶ月で私は結構5000円とか、さっきみたいに8500円とか1ヶ月でそのぐらいのポイントが貯まるんですね。毎月1万ポイント利用というか貯めた人はゴールド会員になれるっぽくって、私今までゴールド会員じゃなかったんですけど、今回からゴールド会員になっていて、でゴールド会員になるとさっきみたいにね、アゴダとかも、アゴダは通常 5% のポイントなんですけど、私はゴールド特典で 30% プラスになっていて 6.5% プラスになっているんですよ。なので本当にね、ただこのサイトを経由するだけでこういう風にアゴダだったりトリップドットコムっていうののポイントがもらえるので、かなり私はお得なんじゃないかなと思っています。で航空券を予約する時もそうやって私はいつも毎回ハピタスを通して予約しているので、まだ使ったことないっていう方はぜひね、概要欄にリンク貼っておくので登録してみたらいいんじゃないかなと思います。ハピタスね、結構旅行とやっぱり相性がいいなって、私もずっと本当に何年も使ってるサイトなんですけど、ホテルの予約とか航空券の予約ももちろんそうだし、私がよく使ってるクレジットカードを発行するだけで1万ポイントとかもらえたりとかも結構あるので、かなりいいと思います。ぜひね、見てみていただけたらと思います。はい、ということで今回は安い航空券の探し方のポイント7個をご紹介しました。これね、裏技的なものを期待して動画見てくださった方もいるとは思うんですけど、裏技にはやっぱり注意点っていうのがあって、私もやっぱり今までいろんなことを試してきたんですよ。いろんなことが紹介されてることを試してみたりしたんですよね。シークレットモードで検索するといいですよとかっていうのもあって、でこれはなんでシークレットモードで検索するといいって言われていたかっていうと、 Google とかね、そういう検索をすると、この人はこういうことをよく検索しているなっていうのがクッキーっていう機能なんですけど認識されていくんですよ。でそれに沿った広告が出てきたり
とか、だからスカイスキャナーとかね、そういうのを見るたびに、あ、この人はここに行きたいんだなとかっていうのがこう蓄積されていって、その航空券の値段が高くなっていくみたいな、なんか都市伝説みたいなやつなんですけど、それはそういうふうには高くはならないっていうことがもう証明されていたりとかもするので、そういうシークレットモードも意味ないし、例えば曜日、出発の曜日はもちろんね、やっぱり金曜日土曜日日曜日の出発とか帰国になるとその分ちょっと高くなったりとかっていうのもあるんですけど、今やっぱり LCC がこれだけ発達していて、 LCC ってやっぱ曜日あんまり関係なかったりするんですよね。でもそうだし、あとは例えば月曜日の朝はサラリーマンの出張の人がよく航空券を買うから月曜日に買うと高くなるとか、そういうことも言われるんですけど、この曜日のねやつも微々たるものだと思うんですよね。なのでわざわざやっぱり仕事がある方が月曜日に航空券を買うっていうのは難しいとは思うので、月曜日じゃない火曜日とか平日にね買うのは難しい方もいると思うので、そこまで気にする必要はないかなっていうのと、あともう一つ私が一番気をつけておきたいなって思うのが、国を変更するっていう裏技があって、結構そのスカイスキャナーとかって今これね、日本に住んでいるっていう状態で私は検索をしているんですけど、この国の変更ができるんですよ。でこの国を変更すると何が起こるかっていうと、航空券が安くなりますって言ってる方が結構いるんですね。例えばね、ここの今日本ってなっているんですけど、これを違う国に変更できるんですよ。例えばどこが安くなるとかっていうのも結構いろいろあるんですけど、もちろんそのフライトのどこからどこまでを購入するかとかっていうのも影響はしてると思うんですけど、例えばとりあえずマレーシアにするとするじゃないですか。で通貨は分かりやすいから日本円でやってみるんですけど、これを保存っていう風に変えたらそんなに変わらないかなっていう感じなんですけど、この場合はね LCC なので変わらないんですけど、LCC じゃなくてフルサービスキャリアの時に結構変わったりとかってするんですよ。で例えばこのね今先に詳細を見ているんですけど、トリップドットコムが一番安いってなっていて、次にねもっと安いの出てきた、このトラベロカとかで、ここの T フライトとかね、なんか全然知らないここに旅行代理店が出てくるんですよ。これが安くなる理由なんですけど、その住んでる国の人に合わせた旅行代理店が出てくるので、これはね評価が 4.9 とか 4.6 とかだからいいんですけど、ここがかなり低いものだったりとか、英語とその現地の国の言葉しか対応していない場合とかも結構あったりとかして、もし何かそういう変更とかキャンセルとかあった時に英語で対応しないといけなかったりとか、そういうことが起こってくるので、旅に慣れていない人は特にここの国変更はしない方がいいかなと思います。でもちろんね何万円も変わってくる場合はやっぱり使った方がいいかもしれないんですけど、そうやって何千円とかしかもし違わない場合にそういうトラブルが起きてしまって対応ができないってなったら飛行機に乗れなくなったりとかね、そういうことも起こり得るので、国の変更は私自身はあんまりお勧めはしていなくて、私自身も国の変更はやっていないです。こういう安い航空券の探し方っていう動画を見てる方ってやっぱり1円でも安く航空券を買いたいっていう方が多いとは思うんですけど、その安さだけに執着してしまって、安いのを買おう安いのを買おうって言って、そういうふうに国を変更したりとかいろいろすることによってそういうトラブルが起きた時に大変になったりだとか、あとはそういう安い航空券を探すことの時間もね意識してほしいなと思っていて、例えば安い航空券を探すために5時間も6時間もさスカイスキャナーを見ていたりするっていうのはやっぱり自分の時間がすごくもったいなくなるとは思うんですよ。でそれこそ相場を知るっていう最初のね1番目に戻ってくるんですけど、相場を知っていればこのぐらいだったら仕方ない、ちょっと高いけど買おうかなっていう判断もできるようになってくるんですね。なので安ければ安いほどいいっていうわけではなくて、そういう自分の検索する時間だったりとか、次に生かせばいいだけの話なので、そんなに、この動画の趣旨はね安い航空券を探すっていう動画ではあるんですけど、あんまり安いのを求めすぎて失敗するっていうことは気をつけていただきたいなと思っています。でもし例えばねそうやって何度もそうやってスカイスキャナーを見ていると、例えば予約した後に同じ日程の同じフライトでもっと安いのを見つけてしまったとかっていうこともあるんですよ。でもそれはもうまたそれこそ次の勉強代だと思って、この安い金額でも買えるんだなって思ったら、じゃあ次から
からまた相場をまた知れるじゃないですか。なのでじゃあ次はこの値段ぐらいで買えるといいなっていう勉強になったと思って、購入したもう予約してしまったものをまた安いものを探すっていうことはしない方がいいと思います。時間ももったいないし、なので、こういうやり方がありますよっていうことを知っていただいて、その通りに航空券を予約してもらって、あとはもうあんまり安すぎるものを探さないっていうのはね、注意点として持っておいた方がいいんじゃないかなと思います。はい、ということで毎月私は飛行機に乗っているんですけど、こんな感じでフライトを予約しています。はい、ということで今回もの動画が役に立ったと思った方はチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。